夏のある日、今日は大好きな鎌倉へ遊びにやってきました。約1年ぶりの鎌倉。作戦会議も兼ねて朝一番は駅近くの気になっていたコーヒー屋さんへ。今日も外は暑いので濃いめのアイスカフェオレが体に染み渡ります。以前インスタグラムのストーリーズで鎌倉のおすすめを募集した際にご回答くださった皆様、ありがとうございました。いただいた場所すべて Google マップに旗を立てて鎌倉エリアがほっかほかになりました。私だけで抱えておくのはもったいないということで、全部は載せきれていないかもしれないのですが、私の独断と偏見で分類したものをこちらでご紹介させていただきます。まずこちらはカフェやお茶屋さんのおすすめたち。そしてこちらはレストランやご飯どころ。こちらはグッズやお菓子屋さんなどのお店たち。器が好きだったら前回の鎌倉散歩で訪れたもやい工芸も私的おすすめです。最後が寺社仏閣のおすすめ。前回訪れた銭洗弁天も楽しかったのでおすすめです。さて本日の鎌倉散歩へ戻ります。コーヒーを飲んだ後はそこから歩いていけるおすすめいただいた可愛いお店へ。こじんまりとした小さなお店にこだわりのお菓子や雑貨が並んでいて、朝からキュンとしました。ここでは前回の Vlog でもご紹介したいろんな味と食感のする楽しいクッキーと、こちらのアスパラの巾着をゲットしました。今はこれに網途中の糸と鍵編み針を入れて持ち歩いています。とっても可愛い。海の方へ行く前に気になっていたお寺へまず向かいます。暑さに朦朧として思わずタクシーを使いましたが、バスでも簡単に行けたみたい。ここ報国寺は700年以上の歴史を持つ禅寺。竹の寺として親しまれ、境内には約2000本の竹林が広がっています。観光名所として知られているのに、でも多分だからこそまだ訪れたことのなかった報国寺。竹の庭へは別途400円の配管券の購入が必要。600円でお抹茶もいただけるみたいです。想像よりもこじんまりとしたお庭は美しく隅々まで手入れが行き届いていて、700年以上の間変わりゆく時代の中でも代々大切にされてきたのだろうなと想像しました。お昼ご飯の前に鎌倉駅近くのカフェで一休み。こちらも以前から気になっていて、今回もおすすめいただいた場所へやってきました。本当はレモンケーキを食べたかったけれど、この後すぐお昼ご飯なので、また次の機会の楽しみに。カフェインを朝のカフェオレで取ってしまったので、私はオレンジルイボスティーを。香りがとっても良くて、一口飲んだ瞬間、わ、美味しいとなりました。連れが急ぎで一瞬作業をしなければならなくなったので、激しめのタイプ音を聞きながら、私はぼんやり鎌倉駅を行き交う人を眺めています。ここ駅近なのに空間も広めでおしゃれでとってもいいな。休日だけどお昼時だからか人もあまりいなくて、
もしかしたら意外と穴場カフェなのかも。さて、楽しみにしていたお昼ご飯を食べに江ノ電に揺られて七里ヶ浜駅へと向かいます。民家の間を縫うようにスレスレで走るのを眺めたり、あ、ここは好きな映画「海町ダイアリー」で見かけた駅だ。次は稲村ヶ崎。そしてついに海が見えました。何度見たって海が見えると毎回新鮮に嬉しくなるのはなんでだろう。この海の明るさも山の静けさもあるこの辺りの空気感が本当に好きです。すごい。遠くに江ノ島も見えてきました。七里ヶ浜駅からバスに揺られて数分。カレーが美味しいと噂のこちらへやってきました。結構並ぶかもと覚悟していったのですが、10分くらいで入ることができました。こういう気遣いが嬉しい。ベンチも日陰もあるので、待っている間も一休みという感じで快適です。メニューはこんな感じ。看板メニューのこちらは甘くてクリーミーなコクのあるカレーがとっても美味しかったです。私はこちらにしましたが、スパイスの効いたパンチのあるカレーで量はたっぷりですが、最後まで美味しく食べることができました。暑い夏にぴったりのカレーなんじゃないかなと思います。道の先に望む海を眺めながら、帰りは歩いて坂を降りて浜辺へと向かいます。快晴というわけではないけれど、しっかり夏の日差しで最高の海日和。水着を持ってきていたら心置きなく海にダイブできたのにと、ちょっとだけ悔しい気持ちを抱えながら泳ぐ人たちを眺めたり、一瞬貝殻を探してはすぐに諦めたり、波打ち際や水平線をただぼーっと眺めたりしました。海を見たいという目的を達成した我々は、この後の作戦会議も兼ねて近くのカフェでお茶をすることに。パンケーキが有名のビルズですが、先ほどのたっぷりカレーのおかげで固形物はしばらく何も入らなさそう。飲み物だけでも大丈夫ですよと店員さんにお声掛けいただいて入ってみると、景色がとってもいい。パンケーキが食べられないのが少し残念ですが、海を眺めながらのとってもいい一休みの時間でした。暑い場所から涼しい場所の行き来が体に来たのか、それとも久々のお出かけに体がびっくりしたのか、少し疲れているなぁと感じたので、その後は前に一度利用してみてとっても良かった稲村ヶ崎温泉へ行くことに。江ノ電に揺られて一つ隣の駅です。辺りは少しずつ夕暮れ色に。そんな風景もなんだかノスタルジーで絵になる江ノ電。ないはずの記憶がよみがえりそうです。
稲村ヶ崎は以前仕事で一緒に日々を過ごしていた素敵な子からこことってもいいよと教えてもらった場所。そこから道路を挟んで向かいにあるのがこちらの稲村ヶ崎温泉です。レンタルタオルもあるので用意がなくても安心。女湯からは一面に広がる海の向こうに江ノ島も見えて景色もよくとっても癒されます。お休みどころのマッサージチェアもしっかり利用して全回復。日は暮れかかっていますが海の家に行きたいねとなって江ノ島へとやってきました。想像していた海の家とちょっと違っていて予定変更。妹に天丼が美味しいよと教えてもらっていたお店へ来てみました。今回は海鮮丼の気分だったので釜揚げしらすと生しらすとマグロの3色丼を頼みましたが、次は天丼も食べてみたい。そして江ノ島ビールがとっても美味しかったです。まだまだ行きたい場所がたっぷりある鎌倉江ノ島散歩。よかったらコメントで皆さんのおすすめもぜひ教えてください。それでは良い週末を。